はい、こんばんは。今日も TM プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日は危険のキックオフについてお話ししていきたいと思います。でね、今日ね、さっきまでちょっと運動してたんですけど、前回、6キロぐらいしか走れなかったって言うんですけど、言ってたんですけど、今日は、これね、見ますかね。今日は一応9キロぐらい走ってきました。はい、でね、ちょっと今ね、僕今ブログ書いてて、そのブログの題名とかで、2年間でね、23キロ痩せたっていうことを題名で書いてるんですけど、それをね、自分の経験談として、PDF で、ダイエット減量プログラムみたいな感じでね、一応資料を作ってて、今ね、その自分の実話をもとにね、ダイエットと減量プログラムっていうことでね、PDF を作ってる。それがね、出来上がり次第ね、一応、販売していこうかなと思って、考えてて、それはね、皆さんにね、今 YouTube でせっかく見ていただいてるんで、それ、最初はね、YouTube 見ていただいてる皆さんに、無料でね、配布させていただければと思ってね、登録していただけたら、無料で、配らせていただこうと思ってるんで、そっちのね、販売の方がどれぐらい売れるかね、わかんないんですけども、それでもし販売状況でね、結構売れたりしてね、販売されてったら、すぐにね、その配布もなくなるかもしれないですけど、今ね、登録していただければね、その出来上がり次第、お渡しさせていただくんで、はい。なんていうんですかね。3つ、ポイントがありまして、1つはね、お金もかけないで痩せれるというね、いろいろなね、痩せるプログラムみたいなので、よく、経営者制とかで、やってますけど、それは僕もね、会社員で体験があったんで、そのお金も基本的にかけないと、そういうことと、二つ目はね、時間ない方でも、普段働いてる方でも、痩せれるって人いてね、僕もその時働きながら、減量を成功してるんで、あと三つ目はね、なんていうんですかね、すぐみんな痩せれるとか、なんか飲めば痩せるとか、1週間で痩せるとか。そういうのじゃなくて、実際に僕の実話でね、基づいた話なんで、最低でも3ヶ月とかね、ちゃんとスケジュール立てて、しっかり、痩せれるプランをね、上級者の方と、ビギナーの方向けに2つのプランを用意して、書いてますんで、その3つを、合法的に理解していただけたらなと思います。無料でね、おそらくそんなにね、甘くなくて、10% ぐらいしかね、成功する人がいない。10% 以下とか聞きますし。そういったことを聞きますけど、僕もね、実際結構、見事とか、普通に成功したんで、それをね、僕は別に特別なわけじゃないですし、それを、多くの人に体験してもらいたいなとか、分かってもらいたいなと思って、そういうふうに作ってます。もし興味あったら、チャンネル登録からしていただいて、出来上がり次第、配らせていただきますので、いつになるかわかんないですけど、それは作ってますので、よろしくお願いします。ではね、今日はね、被験の私の結果について話していきましょう。まずこれはね、被験の方の特徴はどのような傾向があるのかということをお伝えしますので、あくまでその名式の全体や他の地平線との相性を見ないと、人物像が見えてこないので、その点だけご理解ください。なので相性は別で放送したいと思います。被験の結婚の面に関してお伝えしています。これはね、多くの方がそうなんですけど、今期はやや遅くなる傾向がある。一つ目はね、今期はやや遅くなる傾向がある。二つ目は妥協を知らない。話を受け入れない。妥協を知らない。三つ目は平等でいたい気持ちが強い。平等でいたい気持ちが強い。はい。この三つになります。被験や講座がある場合などは、どうしてもね、家庭的よりキャリアを追う傾向があるため、じっとしてるとストレスが溜まる人が多いのも事実なんですよね。やはり自分のやりたいことをね、最優先するので、なかなかね、のめり込んでしまった結果、時間が過ぎていった、なんてこともあるんですよね。女性の場合なんかはね、私結婚できますかみたいな質問をよくいただくんですけども、被験さんの方の場合は理想が高かったり、なかなかね、周りのアドバイスを聞きなかったりするので、そういったことでね、紹介のチャンスを、逃したり
狭めてしまったり、そういうことが多いため、注意が必要です。で、付き合うだけならまだしも、結婚ってなるとね、男性の方もそれを感じ取って、ブレーキをかけちゃうので、注意が必要ですね、これも。また自分中心でより好みを探してると、本当にね、相手のいいところをね、見逃してしまったりする可能性もありますので、結構その辺で慎重になっていかないとダメかなと思います。結婚相談所へ行ってきたけど、いい男がいなかったとか、話がつまんなかったとか、男性のレベルが低いとか、よくそういう話を聞くので、さらにアドバイスも低いなかったりするので、もちろんそういう特徴じゃない方もいますけども、そういうことをおっしゃる方が全体に多い傾向があります。次はね、平等でいたい気持ちが強いということで、結婚生活においては、あなたを平等にしてくれる人を選ぶといいと思います。あなたがね、女性の場合、低視関白なタイプの男性とね、結婚生活はストレスが溜まってしまうんですね。その結果ね、あまり長くない結婚生活だったり、実際に離婚率が多いことも事実なんですよね。パートナーとね、二人で何かをね、一緒に切磋琢磨してって、そういうことができる関係がね、被験さんにとって自分のことを高めることができますので、そういうのが理想な関係です。なんでね、友達の延長線上でパートナーを見つけることも多いんですよね。異性の友達が多いのが危険な女性でしたり男性のね、特徴でもあるので、そうですね。また男性も女性も結婚生活ではね、平等でいたい気持ちもあるんで、当然女性はね、共働きがごく自然のことだと考えて、子育てや家事をね、夫と分担したりするのも当然と思っていることが、傾向があります。あと、被験の人はね、自分のことを理解して、ある程度ね、ぐっとこらえてね、相手のことも理解してあげれば、結婚後もうまくいくでしょう。例えばね、結婚相手が自分の会社をやっていて、忙しくしてたりして、何か手伝えることがないかね、探したり、聞いてみるとかね、趣味であれば一緒のね、趣味を習ったり、だからお互いの共通点を作ったりするのもいいですよね。被験の人は前回一匹狼と言いましたけど、狭く深く仲間意識が高いので、パートナーであると、何らかの形で自分を応援してくれる人は非常に好む傾向があるんですよね。で、こういったことも一緒にやる中でも一つの点ですよね。面識中に、その通変性が複数ある場合は、退化するって言うんですけども、基本的に面識中に2個までは大丈夫なんですけど、3つ以上ね、同じ通変性があれば、退化するっていうので、その場合は退化しているので、対策が必要になってくるんですよね。で、他の面識を見て、危険が、例えばね、弱くしてたりしてれば、退化していいですし、逆にね、強い面識になっていたら、それはまた、考える必要もありますし、その全体の面識見て、強いか弱いか、考える必要があるんですよね。まあね、結婚がね、早いのがいいのか、遅いのがいいのか、まあ人それぞれね、違うと思いますし、考えは人それぞれだと思うんですけど、まあ被験の人は、まあ今期がやや遅くなるということで、まず自分のね、趣味とかそういうことを優先にするので、仕事やまず自分の趣味ややりたいことをしっかり果たした後に、趣味だとね、お酒飲みたいとか、旅行行きたいとか、友達と遊びたい、高校に行きたいとか、そういうことがね、やっぱ、いっぱい遊びたいんで、こういった流れで、ね、友達から逆に将来のパートナーを見つけるということが多い傾向ではあるんですよね。またね、こういったことからね、ある程度自分のことをしてきたので、これやりたい、あれやりたいなんてね、結婚後に言うことは少ない傾向があります。以上が被験さんの結婚特集でした。最後にね、そんな被験さんのいい方向にすることをお伝えしますので。あとね、ここから興味ない人は全然飛ばしていいんですけど、話がすっごい変わるんですけど、被験の人の営み、夜の営みについてちょっと調べました。1分くらい、興味ない人は飛ばして大丈夫です。被験さんの営みは、一種スポーツ感覚です。ロマンチックな雰囲気よりも、どれだけ自分が満足できるかが優先されます。やっぱりね、
ロマンチックや甘い言葉はね、興味ないんですよね。時間をかけるよりも、激しく求め合いを、燃焼していて、あっさり終わる営みが、好まれるでしょう。でまたね、スポーツ感覚ですから、体や変わった思考にも抵抗はないんですよね。場所を選ばず、欲望に任せてってこともよくあるんですよ。でただ、営みが終わればさっぱりしたもので、またすぐにね、家事や仕事に戻ることができるんですよね。切り替えが早いっていうんですかね。前回ね、ヒゲンさんの場合、ロマンチックとかね、そういった甘い言葉は興味ないことをお伝えしたと思うんですけども、この営みに関してもね、ロマンチックやね、甘いムードを作ることが興味がないようですので、いや、なんかね、やはりメリハリがしっかりしてるのか、はっきりしてるのかどうか、ところなんですけども、営みまでのね、ヒゲンさんの特徴が出てますよね。自分を貫くって感じで、いや、本当面白いですよね。営みまで一緒と。なんでこんなこと調べたのかというと、ちょっとね、前、ちょっと依頼者さんに、そういった方の、仕事されてる方がいて、で、こういうのが関係してるのないのかなってことで、質問いただいたことがあるので、ちょっとね、僕も気になって、いろいろ、調べてみました。自分なりに、いろいろ、認識とかって言ったりして。はい。ではね、今日のまとめ。このようにね、人生に波乱万丈になりそうな特徴の秘訣なんですけども、まとめで、根拠や異なる傾向、相手を知らない、平等でいたい気持ちが強い。こちらの特徴だけ並べるとね、不安になるかと思いますけども、あくまでね、結婚は、しにくい、しやすい、というものなんで、諦めないでください。大切なのは、自分を知って、自分をコントロールすること。たまにはね、周りや信頼のできる人のアドバイスを聞いてみてね、今までの恋愛を振り返ってみることもね、大事です。過去にね、恋愛で失敗したのはなんでかなとかね、自分に非がなかったのかとかね、相手のことばかり責めないで、うまくいってる友達とかね、周りにいると思うんで、そういった人のね、話を聞いたりして、その時にはね、相手が悪かったとかね、そういう相手に一方的にね、終わらすんじゃなくて、自分の足りなかった点を考えてみたりして、ここが本当に重要なんで、それがね、そもそも理解できてないと、次に切り替えたとしても、それの繰り返しでね、さらに結婚が離れてきますので、自分を変えるのはね、自分ですから、自分が変わることができないとね、なんぼ他人からね、言われても変わることできないし、なので今回ね、思い当たる節がある方は少しずつ変えていきましょう。で、ね、運命ってね、やっぱ生まれ持ったものなんで、共存していくしかないんですよね。それをね、元にいかに変えていくかということなんですけど、明日からね、ロマンチストになるって言ってもね、極めて難しいですし、少しずつね、変えていくしかないんですよね。人間はね、少しずつ進歩がね、大きなモチベーションになるんで、今日はここまで。本日は被験の結婚の特徴はどんなことかについてお伝えいたしました。次回は非合成の合座についてお話をしていきたいと思います。今日は長い間見ていただきありがとうございました。またよかったら次も見てください。じゃあまたバイバイ。